問題です。陸上自衛隊で運用されているヒトロク式戦闘機動車では、これを開発製造している日本企業は次のうちどれでしょう？正解は三菱重工です。ちょっと簡単すぎましたか？そう、今回はクイズ動画です。実は今、自衛隊装備品を製造する防衛産業が活発になり始めています。2023年には装備品初輸出となる国産防空レーダーがフィリピン空軍へ納入されました。同年に行われた防衛産業への新規参入を目的としたイベントでも多くの中小企業が参加しています。こうした背景には、近年防衛省が取り組んでいる海外輸出のための法改正や企業の利益を守る仕組み作りなどが影響しているようです。利益率の低さなどからこの20年で100社以上が撤退したと言われる日本の防衛産業。それが今、息を吹き返そうとしているのです。今回は日本の防衛産業を応援する動画として、陸上自衛隊の装備品に携わる関連企業を7社ほどクイズ形式でご紹介します。どんな企業が日本の防衛産業を支えているのか見ていきましょう。ちなみに難易度はだんだん上がっていきますので、全問正解目指して頑張ってくださいね。それでは早速第1問。2022年新たに納入が決まった自衛隊初のフィンランド製装甲車パトリア AMVXP。 隊員を輸送する装甲車ですが、その防御能力は対戦車ロケットの直撃にも耐えるという世界トップクラスの装甲車です。パトリア社から一部購入が決まっていますが、それ以降は日本企業がライセンス生産することも決まりました。では、そのライセンス生産する日本企業は次のうちどこでしょう？正解は C の日本製鋼所です。日本製鋼所は製鉄や樹脂成形などの会社ですが、防衛関係者の間では戦車や護衛艦の砲身など大砲作りのメーカーとして知られています。創業は日露戦争の2年後というすでに110年以上の歴史を持つ会社で、創業当時は海外兵器を国産化するという国家プロジェクトを担った兵器製造の会社でした。特に創業地の北海道の工場は世界の4大民間兵器工場の一つと言われ、戦艦長門の主砲や戦艦大和の装甲板なども担当しました。まさに国防の礎を築いてきた大企業です。近年では車両開発も手掛けていて、有名なところではヒト級式双輪自走 155mm 榴弾砲も日本製鋼所が生産しています。パトリア AMVXP のライセンス生産も考えると、まさに車両の製造技術を養っている途中なのかもしれませんね。では第2問。そのシルエットから自衛隊のガンタンクと人気が高い87式自走高射機関砲。強力な機関砲で敵の戦闘機やミサイルを迎撃できる車両です。ボディの製造は三菱重工、機関砲は日本製鋼所が担当しています。では、精密射撃を行うための射撃管制システムなどソフトウェアを担当したのは次のうちどこの企業でしょう？正解は A の三菱電機です。三菱電機というと冷蔵庫やエアコンなど家電メーカーのイメージが強いと思いますが、防衛装備品では護衛艦や戦闘機に搭載するレーダー、ミサイルの電子部品やその迎撃システムなどあらゆる精密機器に関わっています。フィリピンへ輸出された防空レーダーも実は三菱電機が製造しています。レーダーなどを作っている会社の家電製品と考えると、家電の性能も違って見えてきそうですね。第3問。ここからちょっと難易度が上がりますよ。大きな大砲の 155mm 榴弾砲、その型式から FH70 と呼ばれています。いかにも重量級の大砲ですが、実は小さなガソリンエンジンがついていて、自ら走れる軽快な大砲だったりします。もともとエンジンはドイツのフォルクスワーゲン、主砲は
イタリア、イギリス、ドイツの3カ国共同で開発されました。それを日本企業がライセンス生産し、日本版では手法は生粋の大砲メーカーである日本製鋼所が担当しました。では自走するためのエンジンを担当した日本の自動車メーカーは次のうちどれでしょう？正解は C のスバルです。この選択肢ならどの自動車メーカーでも可能性はありそうですが、実はスバルでなくてはならない理由がありました。そもそもどこにエンジンがあるのか皆さん分かりますか？実はこれがエンジンです。小さすぎて驚きですよね。構造上大砲の真下がエンジンになるので、エンジンには背丈の低さが求められていました。そこで最初にフォルクスワーゲンが載せたのが水平対向エンジンです。水平対向エンジンは普通の自動車エンジンと違い、背丈が低いことが特徴です。大砲の下に潜り込ませるにはまさにうってつけのエンジンでした。日本で水平対向エンジンといえば今も昔もスバルが有名であり、先駆者でもあります。スバルが抜擢されるのもうなずける話ですね。こうした経緯でスバルの水平対向エンジンを乗せた大砲というとてもレアな存在となっていますが、すでに後継車両と入れ替えも始まっているので、興味のある方は早めに見ておいた方が良いかもしれません。第4問。自衛隊の顔ともいえる高機動車、街中で走っている姿を見た人も多いのではないでしょうか。開発はトヨタ自動車が担当したのでトヨタ製と言われていますが、実は生産しているのはまた別のメーカーです。では高機動車を生産しているのは次のうちどの自動車メーカーでしょう？正解は B の日野自動車です。日野自動車といえばトラックやバスなど大型車のメーカーですが、実は1966年からトヨタと業務提携しています。そのためトヨタ車の委託生産として自衛隊車両だけでなく一般車両の製造も受け持っています。日野自動車の自衛隊車両では他にも1トン半トラックも担当しています。というのも実は高機動車と1トン半トラックは共通部品を使う前提で設計されています。土台となるシャーシやタイヤ、ホイールなど多くの共通部品によりコスト削減が図られているので、必然的にこの2車種は同じメーカーで作ることになりました。言われないと共通部品が使われているとは思えないですね。第5問。自衛隊の新しい小銃として注目されている20式小銃。先進的なデザインや追加機能などこれまでの89式小銃とは比べ物にならないほど進化した国産小銃となっています。では問題です。これを開発製造している日本唯一の小銃メーカーは飽和工業株式会社ですが、では同社で製造する国内シェアナンバーワンの車種は次のうちどれでしょう？正解は A の路面清掃車です。路肩を掃除しながら走ってるあの黄色いトラックです。意外ですよね。飽和工業は小銃などを製造する火器事業以外にも3つの製造事業を手掛けていて、中でも路面清掃車の国内シェアは 90% に上るといいます。日本唯一の小銃メーカーが路面清掃車でトップシェアというのもなんだか面白いですね。第6問。また少し難易度が上がりますよ。自衛隊では様々な弾薬を使用しています。これらは一つの会社で作っているのではなく、弾の大きさや種類によって製造会社が分かれています。では問題です。12.7 ミリから35ミリまでの小中口径の弾薬を製造する国内で唯一のメーカーは次のうちどれでしょう？正解は C の日本工機株式会社です。日本工機は1933年創業の歴史ある火薬メーカーです。火薬メーカーというと化学系の会社に思いますが、銃砲弾や産業用の火薬以外にも金属加工や
防犯用器具の開発生産など幅広い事業を行っています。特に 12.7mm から 35mm までの弾薬に関しては国内で唯一の製造会社となっていますが、金属加工技術を生かして弾丸の金属加工から火薬の製造、組み立てと3つの部門を一貫できる設備も整えています。通常火薬は火薬メーカー、弾丸加工や組み立ては別の金属メーカーが行います。そのためこのような一貫製造できる会社は実は世界でも珍しく、当然国内でも唯一の製造会社だそうです。日本工機という社名も初めて聞いた方もいるかと思いますが、実は皆さんもよく知る日本の一大イベントに深く関わっています。例えば2019年、小惑星探査機はやぶさ2が世界で初めて小惑星の破片を持ち帰ったのは覚えていますか？この時小惑星にクレーターを作るため人工物を発射する装置が用いられましたが、その時使われたのが日本工機の火薬です。他にも初代東京オリンピックの1964年、絶対に消えない炎として作られた聖火トーチも日本工機が製造したものです。まさに日本を陰で支えてきた重要な火薬メーカーですね。さあラストです。第7問。実は先ほどの4択は全て銃器や火薬に関連したメーカーです。こう見るとこの分野はほとんど国内企業で賄えているのがわかると思います。ではここには載っていないもっと大きな大砲の弾薬はどうでしょう。では問題です。戦車や護衛艦の大砲に使われる大口径の弾薬を製造しているのは次のうちどの分野のメーカーでしょう。正解は D の空調メーカーで、皆さんもよく知るダイキン工業のことです。ダイキンといえばエアコンが有名ですよね。なぜエアコンメーカーが大砲の弾薬を作っているのでしょう。結論から言えば実はこれは逆なんです。1924年、ダイキンの前身となる大阪金属工業所の最初の事業は航空機用ラジエーターチューブの製造でした。実は創業者はもともと陸軍の砲兵工廠で薬莢を製造する技術者だった過去がありました。そのためラジエーターチューブの翌年には砲兵工廠からの依頼で砲弾の新管の開発や薬莢も生産するようになります。こうして創業2年目から砲弾関係の事業を始めた大阪金属工業所ですが、空調関係の研究を始めたのはそれからさらに8年も後のことです。当初は海軍からの委託という形で始まり、その後日本初の冷凍機、つまり冷房装置が開発されました。これにより今では当たり前になった電車内や劇場、工場にも冷房が入るようになります。海軍では過酷な住環境で知られる潜水艦の冷房装置として普及し、戦争末期になると人間魚雷、回転にも設置する徹底ぶりでした。このように空調メーカーが砲弾作りをしているのではなく、砲弾作りをしていた会社が空調設備を開発し普及させていったというのが真相です。2つの異業種で先駆者になるという稀に見る事例ですね。ただこうした砲弾作りは当然ながら終戦とともに終了します。ではなぜ今も自衛隊向けとして引き継がれているのでしょう。実はその起源となったのが終戦から5年後の朝鮮戦争です。朝鮮戦争は韓国と北朝鮮の戦いですが、当時韓国を支援していた米軍も参戦していました。米軍が迫撃砲の砲弾製造を日本で募集し、これに当時の創業者が名乗りを上げたことで砲弾製造が復活します。これは1952年から3年ほどで終了しましたが、その間製造された砲弾は200万発に上るといいます。この実績を買われてか1957年からは自衛隊向けとして納入が始まり、当時は海外製砲弾の国産化という側面もあったので、防衛力の自立という意味でも大きな貢献を果たすことになりました。現在ダイキンの砲弾製造の売上は全体の売上高から見ても 1% に満たないといいます。そんなわずかな事業ですが、今や日本の国防になくてはならない事業となっています。
問題はこれで以上です。どうでしたか？全問正解できましたか？楽しかった、学びになったという方はぜひコメント欄やグッドボタンで教えてください。好評ならまたやりたいと思います。今回日本の防衛産業の企業を7社ほど紹介しましたが、その多くが異業種を生業にしていました。逆を言えば防衛とは関係ないどんな異業種からでも参入できることがわかります。法整備などまだまだ始まったばかりの日本の防衛産業、今後どのように発展するのか動向が注目されます。